What is crackin', everybody? It's me, your host, Say What Though, with yet another J artist you need to listen to. On today's episode, I'll be introducing Veg, the funkiest three-piece eclectic band that Tokyo has to offer. Since I interviewed Veg for this video, they have been exploding in popularity, filling up dance floors in Tokyo, and playing at big festivals overseas. And what can I say? They've definitely earned this fanfare as they're dishing out some of the cleanest grooves I've ever heard. Their unique brand of funk music includes a little bit of everything American, from classic rock and roll to blues and much more. Let's take a listen to another one of their songs performed live so you can get a better idea of what I'm talking about. If that first clip didn't get you hooked, this next one definitely will. Pretty cool, right? And when I said eclectic, I meant it. One of my favorite aspects of their music is when they get a bit psychedelic and out of the ordinary. By the way, I think that song was repurposed and used on some new tracks for their debut album. But anyways, you can see Veg is full of surprises. If you're still watching, I can only assume their grooves have resonated with you. And while I've got you grooving, let's get down to business and join Veg in the rehearsal studio for an interview fans of Veg will love and hopefully new listeners will enjoy. So don't forget to turn on subtitles because we've got a long interview coming up ahead interwoven with their music. Now, let's move. Hi, Say What です。今日はリハーサルスタジオでバンドベージングしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここにロゴが出てきそうなベージのロゴでしょ。はい。それでは、メンバーそれぞれの自己紹介お願いします。はい。ギターボーカルのももこです。ベースの長澤です。ドラムのとしろです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず、待望のファーストアルバムのリリース、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。結成してからどのくらい経ちましたか？4年ぐらい経ちました。2021年に結成したので。すごいですね。4年。はい。すごい。最後確かに4年で初めてアルバム出したので。ゆっくり活動した。めっちゃ完全な感じですから時間かけてもいいと思います。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ、インタビューの質問を聞きます。最初の質問はベジとは？ベジとはベジ、そうですね、名前は特に深い意味なくて、そうシンプルになんかこうベジって言った時の響きがいいとかっていうところで決めましたと。で、でもこうなんかちょっとこうベジって聞いた時にこう穏やかだったりとかナチュラルな感じとかがあって、こう僕らがやってる音楽にも結構マッチしてるかなっていうのは思います。で、バンド名聞いてベジって言われても、大体最初はどんな音楽やってるんやろうって全然わかんないと思うんですけど、
それで聞いてもらってちょっとでも気になってもらえるきっかけになればいいかなっていうので、決めてますね。はい、そんな感じです。わかりました。すごい野菜が好きですかって聞かれますけど全然野菜は関係なくて、全然関係ない。そう響きと字面が可愛いかなだけど、よくベグって間違えて、そうですね。そう、でももう仕方ないと思ってますね、それは。失礼、これ。いやもうみんなそう。わかるよ。僕はそう2人でもほとんどその何候補かまで絞られていたので、最後にいいんじゃないって言った記憶があるようなないような覚えてないですけど4年前ですそうよね、だいぶ前の話だね。何か他にありますか？他にうんベジについて、いやーまあ可愛い名前だなって気に入ってます。わかりました。はい。ありがとうございます。じゃあベジはどうしてそんなに折衷的ですか？折衷的っていうのはなんか音楽がエクレクティック。エクレクティック。レジの SNS 見たなんかエクレクティックバンドで書いてある。全能で折衷的だと思いますよ。ちょっと意図を。そうですね。エクレクティックバンド。エクレクティック、そう。ただいろんなジャンルをミックスしてるってことを言いたかっただけです。それは、そうですね。みんなまあいろんな音楽好きで、音楽好きの3人なんですけど、それで、まあ本当に好き勝手いろいろ好きなものを混ぜて楽しんでやってるだけだったので、結果的にいろんな音楽のいろんな要素が、見え隠れするような音楽になってます。それをちょっと表現するときに、あとソーシャルメディアの場合を書くときにちょっとそういう言葉を選んだんですけど、ランダムです。あんまりそれもそんなに。なるほど。ではそのジャンルについてちょっと教えてもらえますか？何が好き？そうですね。私は何ですか、ジャズとか昔のロックミュージックとか、ジャズもスイングジャズとかも好きだったり、あととかディスコとかも好きですね。多分そういうのを僕はレジの音楽に加えてる気がします。わかりました。僕も結構そのトシロとは近いところがあって、本当にジャズとか本当に好きなんですけど、とか先に全員で共通するところにもなっちゃうんですけど、ソウルとかファンク、いわゆる R&B と呼ばれるようなところとかが結構好きですね。でも本当にそれこそ古いロックとかも好きですし、逆にその他の2人があんまり聴いてないかもしれないところで言うと、僕はオルタナティブな、ロックだったりとかっていうそっちの系譜、そういう歴史の流れっていうところも結構好きで通ってるので、もしかしたらそのエッセンスも入ってるかもしれないなと思ってます。はい。私は結構弾いてるギターはブルースの影響がすごい出てると思います。あとはさっき言ったみたいにソウルとかファンクとかも好きですし、サイケデリックロックも好きで、なんかそういうアプローチもちょいちょいやってるかなと思います。わかりました。そう、よく感じます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の質問は、まずコメントあります。なんかベジの音楽はとってもタイトにまとまっています。タイトわかりますね。タイトね。曲作りの際、目指している音や目的があって作るのですか？それともジャムしていいものを探していくの感じですか？どうですかね。Alright, English. Yeah, he speaks English. 英語話しますよ。一人だけ。どうぞ。English. Yeah, not so much, but yeah, I think we like to jump in the studio. So she brings her ideas. She writes also music. So then in the studio we kind of jump together, try to blend in some other elements into. Mostly, me. I do a lot of proposals in rhythmical sense. Okay. Yes. So
Yeah, that's so. To me, it's mostly like in the studio jam kind of. In terms of making the music, yeah, that's the main approach. Yeah, I think yeah, she likes to create a demo with Tenkai already, so she has certain ideas that we pay much respect to. So I think we try to base around it at some other things. Okay, yeah. Perfect explanation, thank you. イエーイなんか他に追加したいありますそうですね。いや、もう多分もう彼が言ってるとよく説明できますね。全部パーフェクト。パーフェクトありがとう。本子が元のメロディーとコードを持ってきて、僕たちがスタジオで、そうまあできるだけブラックミュージックみたいなところをルーツに置きつつ、まあリズムとかをこうジャンプしながら考えていくみたいな感じのことが多いですね。はい。Vocal harmony is mostly the chorus parts. So yeah, that's something I wanted to mention. Okay. Yeah, I figured, yeah. Thank you. Alright, thank you. ありがとうございました。じゃあ次の質問は、ベジの楽しみ方には正しい方法がありますか？どうでしょうか？ありません。ありません。本当に好きに楽しんでほしいって思います。I agree. 本当にそうですね。なんか感じたままに楽しんでもらえればっていう感じで思ってます。だけどライブではちょっと体を揺らした方が楽しいです。やはりやりましたね。まあでもライブ楽しいからそんな感じでお願いします。OK、じゃあ最後の質問はベジと時間と空間との関係は何ですか？これはもうはい。なんか歌詞を書くときに、結構私宇宙に興味があるので、自然とそういう宇宙に関するワードとかが浮かんできて、それを歌詞に入れ込んでるっていう感じなんですけど、まあベジと時間と空間っていうことで言うと、なんかベジの音楽を聴いてるときに自分が今ここにいる時間とか空間とかそういうのを忘れて楽しくなっちゃうような音楽をやりたいと思ってて、そういう関係です。とてもいい説明です。いい説明。わかりました。わかります。そうですね。もう一つの側面としてはいろんな音楽さっき混ぜるっていう話で、本当に時代、そう、forgot to mention that I love hip hop, so and contemporary music in general. そう、だからそういう意味で時代を経ていろんな音楽を混ぜようとしていて、それもなんか浮遊している感覚にもしかしたら寄与してるかもしれないと思ってます。わかりました。もう全部言われたけどでもそうですね。本当に誰がいつ聴いてもなんかこうどこか金銭に引っかかるような音楽になればいいなと思ってるんで、そういう意味でこう時間を漂流するっていうOther Thing in Timeっていうアルバムを出したっていうのもそういうことかなと思ってます。はい、すごいね。わかりました。すごいわかります。とてもいい質問です。とてもいい答えでした。She wants to study なんかコスモロジーじゃなくて何だっけ？なんていうの？宇宙科学。そう宇宙科学。アストロノミー。それ勉強しました。勉強してて、そうそう。それもあると思います。宇宙がよく出てくる。じゃあなんかとても興味深いことありますか？なんかベジと関係とかそういう勉強と歌詞とかなんかそう歌詞とかありますか？難しいな。私が勉強してたのは隕石の勉強なんです。隕石？そう。OK 隕石は、昔の宇宙のどういう状況だったかっていうのを保存してるんですよ。だからその隕石を今ここにある隕石を調べると、大昔の1億年前とかの宇宙の様子がわかるっていうすごいロマンある、勉強してて、だからなんかそういう、さっきの話とも結びつきますけど、今ここにあるものと、そのすごい過去のこととか未来のことだったりに思いを馳せるような、なんかそういう、考え方
自分はすごい惹かれるので、そういうのが出てきてるかなと思います。わかりました。すごいすごいすごい。すごいと思いました。わかりました。はい、じゃあ私の質問は以上ですが、どうでしょう、一つのアンスクリプテッドを質問しましょうか。アンスクリプト、スクリプト入ってない質問。はい、そう結構前から形成しましたが、4年アルバムリリースまで4年間経ちましたが、なんかその間にちょっとなんか悩みましたが、なんか4年間でずっと、作成したり練習したり、どうですか？なんか私にとってそれはとても、なんか難しいと思います、がですと思いますが、ミヤにとってどうでしたか？その4年間は。4年間その4年間どうでした？平成から。なんか4年とはいえ最初の1年2年はあんまりしっかり活動してなくて、もうライブも半年に1回とか、それぐらいで、スタジオもあんまり入らないみたいな感じだったので、本当にこう力入れてやりだしたのはここ1年とか2年とかすごい。はい。なんかその1年とか2年の間はもうすごい、自分の全てをこのバンドのために時間を使うみたいな感じだったから、もうなんか夢中の2年でした。いや、わかりました。なんか特別、特に理由ありましたか？そういうために。すみません。特にそうきっかけありましたか？特にきっかけありましたか？きっかけあったかな。まあ話し合ったっけ？覚えてない。なんかありましたっけ？作ろうって言ったんですか？くらいか。多分そう。そうですよね。アルバム作ろう、ライブにたくさん出ようとか、っていう話し合いのきっかけは多分あったと思いますね。Me personally, yeah, I think it was when some people started supporting us, like gave us so much support that we couldn't just stay so slow than in the years before. I think that's for me. Thank you for listening. Thank you for listening. まあでもそうか。やっぱり片所さんとかのなんか後押しがあった気がします。そうだね。片所、the organizer booker for Basement Bar, where they play often. Very good day. とてもいい会場。とてもいい会場です。片所はその会場の部下さん。はい。そうですね。悩んだことは、やっぱりその最初の1年とか2年とかってそのさっきも言ったように結構ゆったりやってだらだらとやってしまっていたっていうのもあって、自分たちが好きな音楽とか、愛している、それこそルーツミュージック、さっき言ったようなルーツミュージックとかをやっぱりこう愛していつもずっと聴いてきたから、やっぱりそういったエッセンスをバンドでも出したいなと思って始めたのが一応きっかけというか、その最初のそういうのみんなそうなんですけど、やっぱりこうダラダラやってるとそうはならないんですよ。なんかその頭の中でこうしたいとか、こういう方向に持っていきたいとか、こういう音楽したいなっていうのが常にあるけど、なかなかそこにたどり着かないっていうのはやっぱりずっと苦しいというか、その楽しくやりたい音楽の楽しさっていうところにみんなリーチしたいと思ってやってるけど、でも自分たちのクオリティがあまりにも思っている理想のところと乖離しすぎて苦しいみたいな時期は結構ずっとありますと。で、それで言うと今もそうなんですけど、やっぱり今はその最初のこれまで4年間やってきた最初の2年間と比べると楽しい瞬間とかっていうのも増えてきていて、そういう意味では充実している。その苦しみも、今の苦しみもその楽しさにつながるっていうのがやっていけばそうなるっていうのがなんとなく分かっているから続けられるっていうのはありますけど、やっぱ最初の方はそれは苦しかったです。難しい。わかりました。でもいい結果になったと。いい結果になったと思います。答えありがとうございます。大丈夫です。じゃあファンに他の言いたいことはあり
感じですか。ファンにファンにちゃんとはいいや本当に、はい、いつも応援してくれてありがとうございます。これからもなんかもっといろいろ新しい挑戦をしていきたいと思ってますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。本当に心の出てこない心の支えになってますって言いたい。心の支え皆さんのサポートが本当に頑張れてもそう、やっぱりこうライブに例えばこう来てくれたりとか、でその時に声をかけてくれたりとかするのも一緒なんですけど、本当にめっちゃ嬉しいので、ぜひ機会があればライブにも来てほしいなと思います。音源とライブで結構違うことを同じ曲でも結構違うアプローチでやってたりとかするので、そういった意味でも楽しんでもらえるかなと思うので、よければ来てください。はい、こんな感じです。じゃあそれで今日は以上ですね。そのカメラが途中にオーバーヒットされましたから、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ベジでした。ベジでした。はい、では、お疲れ様でした。ありがとうございました。Veg, it's good for the soul. I hope you enjoy learning about the history of veg and what makes veg veg. As they mentioned earlier, their live performances are actually quite different from their recordings, and I completely agree. During their live shows, they really get down, and you'll find that their grooves are irresistible. I'm looking forward to many more years of grooving with Veg on the dance floor, and hopefully you all can join me sometime. Well, that's it for today. Thanks for watching. Don't forget to support the artist by listening to their music, following them on social media, and of course, going to their live shows. And all the usual YouTube jazz. Don't forget to like and subscribe to stay updated with new G artists you need to listen to. Until next time, say what? Now, let's groove.